皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は国際情勢の中からウクライナ情勢に関わるロシアと周辺国に対して安全保障上の警戒感をもたらしているアメリカの動き、そして台湾侵攻の準備を進める中国の動き、合わせて3つをお届けしていこうと思います。まずはウクライナ情勢に大きく関わるロシアの動き。プーチン大統領、アメリカとウクライナが合意した即時停戦案を事実上拒否、紛争の根本原因除去を注文。ロシアのプーチン大統領はウクライナ情勢をめぐり、アメリカとウクライナが合意した30日間の即時停戦案について、危機の根本原因を取り除くものでなければならないと述べ、受け入れを事実上拒否した。ロシア軍がウクライナ軍との戦闘で優勢であることを踏まえ、即時停戦はウクライナに有利だと主張した。トランプ政権と停戦条件を協議する考えも示した。記者会見でプーチン氏は、戦闘を停止する提案には同意するとしつつも、長期的な平和につながる必要があるなどと注文をつけた。根本原因の除去について具体的には言及しなかったが、ウクライナが NATO への加盟を断念する中立化や親欧米路線を放棄する非ナチ化などを指すとみられる。プーチン氏の発言は、こうした条件を含まない停戦案には応じない姿勢を改めて示したものだ。プーチン氏は、アメリカのトランプ大統領がウクライナ情勢の解決に関心を示していることに感謝すると語ってトランプ氏への配慮を示す場面もあった。自国に有利な条件をアメリカ側に飲ませる狙いとみられる。プーチン氏はこれまで停戦の条件として一方的に併合を宣言したウクライナ東部南部合わせて4州からのウクライナ軍の撤退やウクライナの NATO 加盟放棄を求めてきた。交渉は長期化も予想される。記事のタイトル部分で事実上の拒否という表現が用いられました。それはプーチン大統領が明確にこの停戦合意案に対して拒否は示してはいないけれども実質的に拒否しているというような内容だからです。まず第一に、停戦をしなければならないなという話については、一応私たちも同じ考えですよと賛同する姿勢を見せました。しかし、具体的な話になると、様々な問題点があると思うので、このままでは合意できませんよというようなやんわりとした断り方をしました。しかし、そこで挙げられているロシア側の疑問点というのが、実質的には全く飲めないものとなっています。例えば、この記事の中でも、暗に匂わせているなというものとして、ウクライナの NATO 加盟入りの拒否、現在の欧米路線の政権を親ロシア派の政権にすげ替えなければならないという非ナチス化、そして停戦している間にウクライナ軍が増強されてはいけないとして動員を解除すべきだし、訓練をすべきではないし、他国からの軍事支援も入ってはいけないよというような話もしていますし、さらにはウクライナ領内に他国の軍隊が入ってきて停戦監視などをしてはいけませんよといったような要望を暗に示しています。これらの要望といったもののほとんどがウクライナにとっては非常に許せないような話ばかりなのですが、問題なのはこれはアメリカに対する要求ではないという点です。ですからトランプ大統領がどこまでこの話を受け入れるかといったところに懸念点があります。NATO 加盟入りについてはトランプ大統領は以前からウクライナが入れるわけないだろうといった話はしていますし、またロシア軍の占領している地域については黙認する構えを示しています。その他、アメリカ軍が停戦監視に入らないといったことについてもすでに表明済みです。あとはヨーロッパの軍隊が入るかどうかについてはトランプ大統領はヨーロッパの安全保障はヨーロッパにという話をしているので、この点についてはプーチン大統領の要望と衝突している部分であり、今後の交渉次第です。今後、プーチン大統領とトランプ大統領のまずは電話首脳会談が考えられているとされています。下準備としてアメリカから派遣された特使がモスクワで引き続き交換協議を行うといった話があるので、その進展状況によって両国の首脳の話し合いが行われるはずです。ただ、今のところプーチン大統領の投げてきた要求は非常にハードルの高いものとなっているので、速やかな停戦合意といったものがなされるとはちょっと思えない状況です。そしてプーチン大統領の要望を極力叶えたような停戦合意案がもしも成立したとしたら、それは停戦期間中にウクライナ軍が戦力を整えることが許されず、一方においてロシア軍は戦力の増強をどんどんと進めることができるといったかなり偏った内容になると見られます。
この場合だと、ロシア軍は準備万端整ったら、なんだかんだと理由をつけて攻撃を再開するといった未来しかありません。トランプ大統領はそれでも構わないと見て、とにかく停戦を実現させてしまうのか、このあたりが今後のウクライナ情勢にとって大きな節目となります。トランプ政権からロシアに対する制裁といったものはなかなか動きがなかったのですが、ここに来て新しいものが一つありました。アメリカ、ロシアが石油取引でアメリカの決済システムを利用する許可を止める。今までロシアは制裁対象のロシア銀行であっても、特定のエネルギー関連取引について、アメリカの決済システムを引き続き利用することが可能だった。猶予のライセンスが、バイデン前政権が終わる直前に付与されていた。しかし、そのライセンスの承認を更新しなかったことを、アメリカ財務省の報道官は報道陣に対して認めた。アメリカ財務省のベッセン長官は、ロシアへの制裁強化の準備ができていると述べていた。これは、トランプ大統領が交渉を成功するために必要な条件を作り出そうとしていることの一環です。大統領は、双方に最大限の圧力をかける用意がありますと語った。この有用ライセンスが終了したことで、ロシアは、主な資金源の一つであるエネルギー部門に関連する取引を行うことがより困難になった。バイデン政権から続く制裁なのですが、それプラス今回トランプ政権でも制裁を強化するといったことが行われており、様子見を決め込んでいる中国企業がロシア産原油の購入を停止していることが明らかになりました。モスクワタイムズの記事より、中国最大の国有企業はアメリカの制裁によりロシア産原油の購入を完全に停止した。ロイター通信によると、中国の国営石油会社はアメリカの新たな制裁により3月にロシア産原油の購入を拒否している。最大手のシノペックは石油の供給を完全に停止した。業界筋によると、その他の企業においても3月分の購入を継続したが、量は削減している。最大手のシノペックの関係者によると、同社は追加制裁の影響を調査し、ウクライナ戦争終結に向けたロシアとアメリカの将来の合意の明確な見通しを待つため、ロシア産原油の購入を停止したと語った。同社は、アメリカの制裁が緩和または解除されれば、供給を再開すると述べたと、関係者は付け加えている。中国企業は、新たな制裁を受けた供給業者からの石油購入を避けている。彼らは現在、こうした制限を回避する方法があるかどうか検討するために休憩を取っていると貿易関係者は語っている。バイデン政権の行ってきた制裁は徐々に強められていきました。その時、ロシア企業だけではなく、ロシア企業と取引を行った場合においても制裁が加えられるといった形もあり、中国企業は徐々に取引について手を引き始めています。ただし、売れないんであれば、その制裁をいかにして回避するかといったところも、制裁をかける側とかけられる側の争いもあります。ロシアは暗号通貨でアジアに石油販売を開始しています。ロシアは西側諸国の制裁を回避するため、中国やインドとの原油取引に暗号通貨を利用していると、事情通がロイター通信に語った。彼らによれば、この仕組みは次のように機能する。ロシアの石油を購入する中国人またはインド人が仲介貿易会社に人民元またはルピーで支払う。資金は第三者の口座に預けられ、その後ビットコインやイーサリアムなどに変換されます。その後、暗号通貨はさらに別の口座に引き出され、ロシアでルーブルに交換されます。ロイター通信によると、現時点では暗号通貨スキームは比較的少量のロシアの石油取引に利用されており、国際エネルギー機関はこれを年間約3兆円程度と推定しています。そのような取引の数は徐々に増加しています。暗号通貨というのはどこかの政府機関が関わっているものではありません。そのため、アメリカが制裁をかけるとしても、その制裁対象にはなりにくいものですし、暗号通貨の取引に関してこれを阻もうとする動きはなかなか政府機関としても行えません。そのため、制裁をかけられているロシアやその制裁から逃れるために隠れ蓑を求めている企業が利用するということが拡大していきそうです。続いて、バイデン政権の軍事支援が今になって再浮上しています。アメリカ、ウクライナへの GLSDB 爆弾の供給を再開。
アメリカはロシアからの妨害に効果的に対抗できるよう改良された地上発射小口径爆弾 GLSDB 誘導爆弾のウクライナへの配備を再開する準備を進めている。こちらのイラストが GLSDB というもので、主にはハイマースから打ち出すものとなります。この新たな出荷は、ウクライナが同様の射程距離を持つATACMSミサイルを使い果たしたと報じられていることを受けて行われた。ロイター通信は、ヨーロッパではすでにこれらの弾薬が届いているため、配送は数日中に行われる可能性があると伝えた。これらの爆弾は、もともとバイデン政権下で軍事援助の一環として購入されたもの。しかし、ロシアの電子戦システムのせいで妨害が行われ、効果がなかったとも示唆されている。しかし、情報筋によると、その後妨害にもっと耐えられるように改良されたという GLSDB の射程距離は約 150km。ウクライナ軍が最後にこれを使用したのは数ヶ月前。バイデン政権で供与されたものの、電子戦妨害によって命中精度が極めて悪かったことから、改良に何ヶ月も時間がかかりました。しかし、改良が終わったものについてはウクライナに供与するといったことがバイデン政権下で決められていたものなので、今回ようやくそれが実現することとなりました。続いて、スウェーデンからの軍事支援。スウェーデンの国防大臣が X でこのような発表を行っています。スウェーデンは第18回目の軍事支援において約450億円相当の軍事支援をウクライナに提供することができる。スウェーデンはウクライナに対し自走榴弾砲アーチャー18機と対砲兵レーダー5機を追加調達し供与します。スウェーデンの供与している自走砲アーチャーは非常にコンパクトにシステムがまとまっており、少ない人数で速やかな砲撃戦に臨むことができます。ウクライナに供与されている自走榴弾砲としては、アメリカ、ドイツ、フランス、ポーランドなど様々な国から自走砲が渡っていますが、アーチャーはその中でもかなり評価の高い部類です。続いて、フィンランドもウクライナへの軍事支援を発表しました。こちらは、ウクライナに対して320億円相当の軍事支援を発表。ただし、その内容について詳しいことは秘密だとしています。一方、トランプ政権の動きは周辺国に対してかなり警戒されるものとなっています。アメリカの政権、パナマ運河めぐり、国防総省に軍事的選択肢検討を指示。トランプ政権はパナマ運河の完全なアクセス確保に向けた選択肢を示すよう軍に指示した。トランプ大統領はパナマ運河を取り戻すと繰り返し発言しているが、その手段や軍事行動が必要になるかどうかについては具体的に言及していない。当局者の一人によると、米軍は新政権による暫定的な国家安全保障ガイダンスとされる文書で、パナマ運河へのアクセスを確保するための軍事的選択肢を検討するよう求められている。トランプ大統領がパナマ運河を取り戻すというような圧力外交を始めたがために、パナマは猛烈にこれに反発し、パナマ運河をアメリカに自主的に返還するようなことはしないと述べています。ただし、強く圧力を受けていたこともあって、パナマ運河関連の港の管理会社などにおいては、香港系の会社が入っていたのですが、それらの会社がアメリカの投資会社に権利を売却するなどの動きを見せ、状況は少しアメリカ寄りになっています。しかし、それでもトランプ大統領の発言が止まる気配がないため、軍事的な選択肢について考えているぞという外交のカードを切ったものとみられます。実際に侵攻するかどうかはもちろんわからないわけですが、基本的にはないだろうと言われつつも、こうした行動そのものがパナマに対する大きな圧力となります。さらに、グリーンランドについても同様の圧力がかけられています。トランプ氏、グリーンランドは安保上必要、NATO 事務総長に表明。トランプ大統領は NATO のルッテ事務総長に対し、国際安全保障を強化するために、アメリカがデンマークの自治領グリーンランドを支配する必要があるとの認識を改めて示した。トランプ大統領はこの日、ルッテ事務総長とホワイトハウスで会談。グリーンランドの獲得は単なる安全保障ではなく、国際的な安全保障のために必要だと主張した。併合の可能性に関する質問に、それは起こると思うと答えた。これに対しグリーンランド自治政府の首相は、トランプ大統領がグリーンランド併合の考えを再び表明したとした上で、もうたくさんだと
投稿した。トランプ氏は1月20日の就任以来、グリーンランドの獲得に対する関心を示している。同氏のこの発言は、グリーンランド獲得に絡み、NATO の関与を望む思惑も示唆された。グリーンランドで11日実施された議会選挙で第一党となったデモクラティッドとニールセン党首もトランプ氏の発言に反発。トランプ大統領の発言は不適切であり、このような状況では我々が団結しなければならないことを改めて示しているとFacebook に投稿した。世論調査では、グリーンランドの人々の大半はアメリカへの併合に反対しているが、デンマークからの最終的な独立を支持している。ルッテ事務総長は、グリーンランドの将来については他の国々に任せたいとし、議論に NATO を巻き込みたくないと発言。この問題は北極圏の国々の議題であるべきだと述べ、中国とロシアが同地域の航路を利用しているためだとした。トランプ氏はデンマークがこの件について議論することを拒否しているとし、グリーンランドの米軍基地強化に向け兵士を増派する可能性があると述べた。なお、トランプ氏はデンマークが議論することを拒否していると述べていますが、デンマークはグリーンランドは売り物ではないとして、アメリカによるグリーンランド購入などについて拒否する姿勢を示しています。トランプ大統領がヨーロッパの安全保障はヨーロッパの国々でやりなさい。そして同盟国について言ってもその領土について求めるといった姿勢を示していますから、従来のアメリカが築いてきた信頼が大きく傷ついています。そこで同盟国の中でアメリカ製の兵器を買うべきではないといった動きも実際に起こっています。アメリカの政治誌ポリティコがこのような記事を挙げていました。ポルトガル、トランプ大統領のせいで F35 購入を否定。ポルトガルはトランプ大統領のせいでアメリカ製の F16 戦闘機をより近代的な F35 に置き換えることを否定した。これはアメリカの大統領が利益の出る可能性のある武器取引を中止させた最初の一例だ。ポルトガル空軍はアメリカロッキード・マーティンの F35 の購入を推奨している。しかし、メロ国防大臣は政府はその推奨に従うつもりかと報道に聞かれると、NATO におけるアメリカの最近の動向は最善の選択肢について考えさせるものだと答えた。つい先日、ドイツにおいてもアメリカから購入する F35 戦闘機にもしも機能を停止させるようなキルスイッチが実装されるとしたら、その可能性も考えてF35 購入をやめるべきではないかといった報道が流れました。実際にそのようなキルスイッチ、今はありません。しかし、今後つけられるかもしれないというその不安感、もしくはキルスイッチがなかったとしても、ある時突然に今後のメンテナンス、補修部品の購入などについて一切閉ざされてしまうといった危険性もあり、もはやアメリカは信頼できるパートナーではないのではないか。そういった不安がヨーロッパ側に広がっています。ポルトガルにおける F35 購入については、まだ完全に正式な規定となったわけではありません。しかし、そのような意見が国防大臣から出ていることは、ヨーロッパにおけるアメリカに対する信頼低下の目立った動きだと言えます。さて、最後に中国の動向も見ておきましょう。中国は粛々と台湾侵攻に向けての準備を進めています。台湾侵攻のゲームチェンジャー、中国軍、遠距離から大量の軍用車両を上陸可能な巨大船を公開。中国が新たな上陸作戦用バージ、ハシケを公開。サッカー場よりも長い傾斜路を使って軍用車両を安全に上陸させられる仕組みで、その壮大な光景が世界を驚かせている。中国が新たに建造した上陸作戦用のバージ、ハシケの映像が公開された。まるで SF 映画から飛び出してきたような巨大な船からサッカー場よりも長いという傾斜路が伸びて砂浜にまで達している様は驚きとともに恐怖を覚えるような光景だ。これらのバージについて専門家らは台湾侵攻で使用される可能性があると指摘している。ヨーロッパの海軍専門メディアは中国南東部の広東省広州市の造船所でバージが数隻確認されたと報じた。これらのバージはサッカー場よりも長い傾斜路を備え、沿岸部が厳重に防御されていても軍用車両が上陸できるようになっている。まずは概念図のイラストがこちら。台湾と中国との間には海があるため、その海を越えて軍隊を送り込もうと思えば
何かしらの船を使って上陸させる必要があります。しかし、港は厳重に守られていることを考えれば、その他砂浜を使うといったことを考えた方が選択肢は多くなります。しかし、大型船を浜辺に乗り上げるといったことはもう完全に使い捨てになりますし、そこから先うまく物を運び入れるといったことには難儀するものです。そこで上陸専用の船といったものが考えられました。こちらが現物の写真です。船から非常に長い傾斜路を伸ばして浜辺に安全に物を運び入れることができるようになっています。そしてこちらが全体像。一番先頭の船が浜辺へと物を届ける役目をしていますが、2隻目、3隻目もさらに連結しています。これは浜辺から800メートル離れたところに、いわば港のような機能を持たせることによって、次から次と後続の船が物を運び入れるための仕組みを作り上げるわけです。そして、台湾有事のことを考えた場合において、最も大きな戦力が必要とされるのは、まずは海軍となります。間に海があるのですから、大型船を近づけさせないようなことをすれば、大規模な上陸作戦ができなくなります。しかし、そこを消耗戦だと考えて、大量に船を事前に用意したり、戦時になった時さらに増船するといったことを考えた場合において、そもそも生産設備やそこに働く多くの人々が平和な時の段階から確保されていることが重要となります。そのため中国は造船業界に対して多額の補助金をつけてこれまでも造船能力を高めてきました。その結果として現在では世界的なシェアとしては中国が6割程度持っており、それに続いて韓国や日本という状況となっています。一方で第二次世界大戦において日本を圧倒した造船力を持っていたアメリカなのですが、現代では造船業がかなり衰退しています。今は軍事目的の船を作るのが精一杯という状況となっており、大規模な戦争が起きた場合、米軍が新規に造船を行うことや、もしくは大規模な修繕が必要な船が次々と現れた場合においては、これに対処することが今はできない状況となっています。なお、現在の台湾の対 GDP 比の防衛費は 2.45%。今のところ政府は 3% を目指して増額をしていくという方針を示しています。しかし、アメリカの要人はこのような防衛費では全く足りず、台湾の防衛費は対 GDP 比 10% を目指して増額していくべきだとしています。トランプ大統領は常々、自分の国は自分の守れといった話をしていますから、台湾に対しても同様の姿勢を求めていると言えるでしょう。というわけで今回はロシア、アメリカ、中国、この3つの国々の動きについて取り上げていきました。注意しなければならないのが、トランプ大統領の言動といったものが、プーチン大統領とさほど変わらないぐらいに、領土的野心を明らかにしたものであり、しかも以前から領土的野心を明らかにしている中国の習近平国家主席の動きとしては、粛々と準備万端整えようとしていることを、これを見逃してはいけないという点です。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。